でマルチブランドフランチャイズ戦略というのを今私たちは国内もプライムリンクの時はマルチブランドでいろんなものを展開してきましたけれども、海外の人にも今これを進めていっています。でマルチブランドフランチャイズとも社会説法で皆様方にはもうご説明する必要はないと思うんですが、私がプライムリンクはこれ上場した時の資料なんですけども、マルチブランドで展開するときにどんなメリットがあったかということを説明した資料でして、私が展開しましたのは例えばサンマルクだったり牛角だったり、あとタスコだったりガリバーだったりというのを展開してきたんですけれども、サンマルクに加盟することによってサンマルクはやはりその経営管理の手法が非常に優れたブランチャーでした。バースデーの DM もそうですし TM シートという、トータルマネジメントシートというもので日時決算ですね、そういったもののノウハウは全て学ぶことができましたと。で牛角も牛角で素晴らしい接客のことがありましたので、それを学ぶことができました。でガリバーからもタスコからも学ぶことができました。その本部のノウハウを全てこのプライムリンクという加盟した会社の中に吸収できたことによってノウハウのミックスですとか、サンマルクのノウハウを牛角へ、サンマルクのノウハウを牛角へとか、牛角のノウハウをガリバーへとか、そういうことがこの会社の中でできたので、そういう非常に強みがあったんではないかということで、挙げております。マルチフランチャイズのモデルケースですね。でこれがメリットというふうに出ていまして、さまざまな本部からのノウハウの吸収ができて、それがミックスできて、新しいノウハウが作られていくということだったり、リスク分散というのは縦のリスク分散と、リスクヘッジと横のリスクヘッジという意味では、横というのはエリアですね。本体は東京なんだけれども、リスクヘッジを考えて沖縄に店を出すとか、この横のリスクヘッジと、あと縦のリスクヘッジというのは他ブランド、このブランドがこけても他のブランドがいけるという、例えば私も2001年に上場しましたときに、皆さんもご存知の狂牛病というのが発生しまして、2001年の11月に上場したんですけども、2001年の9月の10日に北海道で狂牛が出て、9月の末から上場に向けて動くときには非常に大きなダメージを受けました。なぜならプライムリンクの売上の 75% ぐらいは牛角だったんですね。でそれによる非常に大きな影響を受けたこともありますし、その翌日が9月11日がニューヨークの休日だったんです。ですので2001年の9月というのはですね、もう大変な時期だったんですけど、その時期を超えて11月に上場したんですが、そういうのを考えるとやっぱりブランドのリスクヘッジというのも非常に必要ではないかなということで書いています。で今回のコロナのような経済危機にも対応できるというのは、私たちは今一つお手伝いしているブランドは作体で 100% を超えているブランドがありましてですね、地方の住宅立地に展開しているブランドなんですけども、全く230店舗日本にあるんですが売り上げ落ちてないというブランドがあります。でやはりビジネス街は今皆さんいろんなところで展開されてますのでご存知かもしれませんが、2週間前もサントリーさんとちょっとミーティングをしますと、やはり一番落ちてるのはお酒の出荷量ですね。お酒の出荷量で一番落ちてるのはビジネス街の居酒屋だということを言ってまして、でそこがもう5割から6割減ということを言ってました。で住宅立地の方は結構いけてると、出荷量から考えるとですねということを言ってましたので、そういうふうなエリアによるリスクヘッジみたいなものもマルチブランドで展開することによってできるんではないかと。で今回のコロナの経済危機にも対応できるんではないか、そういうようなブランドがあればですね、他ブランドであることによって可能なんではないかと思っています。人材の移動による社員成長と経験値のアップというのは、同じブランドだけをずっと5年も10年もやってると飽きがきますので、他のブランドに移動することによって、社員の成長や経験値も高めることができるし、対応できるということがポイントになるかと思います。でここは後に世界で一番マルチブランドフランチャイズをやって売り上げてる国というのが、売り上げを上げてる会社があるんですけども、その会社がまさしくこれで、ブランドを作り出すよりも探し出す方が簡単で早いということを言っていました。でその会社は実は中東のクウェートの会社なんですね。後で出てきますけど、実際私はオーナーに会いに行きまして話を聞いてきたんですけども、これをそのまま言ってました。作り出すよりも探し出す方が絶対早いんだということを言ってました。で経済情勢に合わせて、臨機応変にブランドチェンジができるというのは、ちょっと言い方悪いんですけども、本部での場合はなかなかブランドをやめるということはできません。なぜなら自社のブランドだから加盟店さんもいますし、ただ加盟店さんでマルチブランドで展開する会社にしてみれば、本当に経済情勢が変われば新しいブランドを展開して
古いブランドを捨てることもできるわけですよね。だからそういう観点から考えると、マルチブランドでフランチャイズの加盟店として展開するということは、非常に意義のある戦略なんではないかというふうに思って書かせていただきました。マルチブランド加盟店のメリットですね。で、世界ではどうかということを少し、お話をしたいんですけれども、こちらに年商2000億、3000億円の日本円でですね、年商3000億、2000億のフランチャイズ加盟企業がありますというふうに書いてあります。で、私のプライムリンクは上場した後でも大体売上で200億あったかなかったかぐらいなんですけども、世界に目を向けると、このマルチフランチャイズで加盟しかしてない会社なんだけれども、年商1000億とか、こういう会社がもうゴロゴロしてるんですね。で、トップクラスの年商3000億円以上ということで、日本の飲食の本部の売上、よりも、トップ3に入るような売上を加盟店だけでやってる会社があるということです。例えば中東と書いてありますけども、ミッドイーストですね、あそこには13ブランドの外食フランチャイズに加盟して20カ国で1800店舗、6万人の雇用を目指している会社もありますということに書いてあったり、スターバックスに加盟してというシェイクシャックとかいろいろやってる会社もありますということなんですが、それはどんな会社かといいますと、こちらで世界のマルチフランチャイズランキング、前回、谷田さんからご要望いただいて、調べてみてくれないかという、日経の賞の時にですね、言われたんで、若干ピックアップしてみたんですけども、1位、このアルシャヤというのが、実は売上4000億やってるんですね。で、ブランド数は90ブランドで、エリアは中東北アフリカって書いてありますけど、中東と北アフリカですね。中東、北アフリカ、あと、ポーランドとかヨーロッパもやってました。で、90ブランドやって4000億で、店舗数も4000店舗でした。4000店舗の加盟店を展開する会社というのが、私が調べた中では世界一位で RCI という会社です。で、2位はアメリカーナ、これも3000億円ぐらいやってまして、13ブランドで、これも中東の会社なんですね。で、3位、4位、5位というのはこれアメリカでして、ブランド数は少なく4ブランド、2ブランド、3ブランドで、アメリカのそのマルチ FCG というのが、売上は2000億、1500もあるんだけども、1500円もあるんだけども、ブランド数が少ないのは、やはりアメリカの特徴として、まず1店舗加盟して、例えばマクドナルドに1店舗加盟しました。で、そこで自分たちの会社で5店舗やりました。で、5店舗やったときに体力がついてきて、で、他のフランチャイズが辞めたいっていうのをどんどん買収していくんですね。だから5店舗やってるところが10店舗買収して15店舗になる。マクドナルドだけはですね。で、20店舗になったときにさらに5店舗買収してという。そういう形で、非常に成長しているのがアメリカのマルチフランチャイズのマルチブランドの会社の特徴で、ブランド数はそんなに多くあるんですよ。ケンタッキーだったらケンタッキーだけ、あっても2つにですよ。マクドナルドだったらマクドナルドだけ2つにですよ、展開ですね。逆に中東とかこういったところの会社はもう他ブランド一気に展開するというのが特徴でして、こういうふうな形になっています。で、トップ2はこのいずれも未上場でして、売上とか大体推定なんですけども、ウィキペディアとかああいったものに出てきます、見ていきますと、こういうふうな機構になっています。で、アメリカーナは今日はちょっとピックアップしてないんですが、アルシャイだけピックアップをさせていただきました。で、実際にアルシャイというのはクウェートが本部なんですけども、私がお会いしたのはサウジアラビアですね、リヤドに行きまして、去年の1月かな、サウジアラビアというのは今は韓国ビザ発行されてますけど、当時はもう発行されてなくてですね、ジェトロさんの方にお願いして、向こうの招聘状をいただいて、ビザを取って、サウジアラビアに飛んだんですけども、そのリヤドで、リヤドのトップの方とお話をしてきました。で、これがリヤドの、アルシャイ本部ですね。で、1時間ぐらいの面談だったんですけれども、この方がサウジアラビアのリヤドのトップで、アルシャイという、同族なんでアルシャイという方なんですけども、実際ブランド、こんなブランドなんですね。もう多分皆さんもご存知のものたくさんあると思うんです。H&M とか、アイホップとかですね、ピンクベリーとか、でこういうブランドをキッザニアもそうですね、スターバックスもそうです、PF チャンもそうですね、シェイクシャックもそうですね、ディアン・ディルカもそうですね、こういったものをずっと展開しているのがアルシャイという会社でして、
で彼が言ってたのが先ほど言いました作るより探す方が早いと。でアメリカから世界中からいろんなブランドを探して、アメリカのブランドだけではありません、ヨーロッパのブランドもありますので、自分たちの国で展開していくんだというやり方戦略ですね。非常に面白いマルチブランドの戦略だというふうに思います。で日本のブランドは何があるかというと、実際面談の中で出てきましたのは、一つはダイソーで、もう一つは2つしかないんですね。もう一つは無印、この2つだけです。無印とダイソーしかやってません。でなぜ日本のブランドをやってないんですかと、興味ないんですかという話をしましたら、日本のブランドは情報を発信しないとわからないって言ってましたね。ですからアメリカのブランドとかどんどん情報発信してくるんだけども、日本のブランドは外に出てこないので、何があるのかもわからないという、そういう言い方をしています。ですので面白いものがあるんだったらみたいなことを言ってましたので、日本のブランドも面白くパッケージがしっかりしたものである多分展開されるではないかなと、面白いことであれば展開するんじゃないかというふうに思います。こういう会社ももうすでに世界に出ていますので、フランチャイズという切り口で考えてマルチブランド、いろんなものを展開していくということが、いろんなリスケッチしながら、マルチブランドのメリットを享受しながら展開することが可能ではないかなというふうに思います。で世界で提案するマルチフランチャイズ戦略というのは、私たちの会社が今私たちがサポートしている、私たちの加盟店として展開する方たちにも、マルチブランドで世界中でやりましょうということを提案していまして、1ブランドやって終わりではなくてですね、だから例えば先ほどのバリューもやってくれたんだったら、ラーメンのバリューもやったんだったら、次これもこれもこれもやってよということで世界の戦略って提案をしていっています。彼らも一つやって成功すると、また土屋さん何か紹介してって話になってくるので、それが今どんどんこう増えてきてる感じなんですけども、例えばこれはインドネシアの会社なんですね。これは北海道のカフェでミーティングしてますけれども、カフェをやりたい、すでに今彼らは展開しているのは、これも後で出てきますけども、ラーメンの8店舗、バリマラーメン8店舗と、あと ABC クッキング、あと自分たちのオリジナルの居酒屋、250席ぐらいの大箱居酒屋ですね、これを2店舗展開しています。でこれはマニラ、フィリピンのオーナーですね。4人オーナーがいますけども、フィリピンのオーナーが展開しています。で彼は今まだ1ブランドなんですが、今も日本に1人来ていまして、その人間が、何かやりたいということを今言っていますね。でこれはチーズケーキの会社ですね。もう世界に70店舗展開している会社なんですけども、そこのグローバル会議に参加させていただきました。台北でやったんですけども、世界中から加盟店が集まって、で、